どうも、わかんないです。今回なんですけども、はい。こちら、ポケモンカードをですね、PSA 日本社に出してみたでございます。はい。というわけでね、まあ今回ちょっとこの動画を撮らせていただいている意味がありまして、実は。理由があるんですよ。というのも、その海外のトランプさんが今大統領になって、完全に変わるみたいな話で、日本からのね、海外の PSA のアメリカなのかな、アメリカ支社の方に送るのを停止してるらしいんですよ。あ、そうなんだ。だから日本しかできないみたいな、ちょっと今わかんない、これ現在ですね。日本にしか送れないみたいな状況らしいんですね。で、昔からね、論争がありまして、アメリカ支社と日本支社っていうのができたんだけど、最近ね、日本支社、査定基準が違うみたいなのがあるんですよ。で、しかもそれが、古いカードがめちゃくちゃ厳しいらしいんですよ、日本で。っていうことでですね、今回は、まあ、このもう日本のね、古いポケモンカードだったら私、小川監督がですね、はい、コレクションをですね、今回ちょっと若干送ってですね、実際日本社の厳しさを見てみたいと思います。で、僕はほとんど PS は送んないぜで、本当にお店出す前とかに、ちょっと送ってたって感じなの。その頃はもうなんかほぼ折れかけてても8とかね、キューラの初版とかついてた時代で、正直こんな厳しい時代にキューラとかあんま出したことありません。なんで正直その厳しいなってなるかもしれない。結構今回これ8みたいな結構あるかも。昔の俺の感覚で言うとボロボロでも8だったから。あ、そうなんだ。古いカードってアメリカ多分基準が甘かったんだよね、昔。で、俺は普通にただ箱に入れたかったから出してたっていうのがあって、で、帰ってくるのもさ、1年とかかかったわけ、昔。あ、そうなんだ。だからなんかもういちいちすごい面倒くさかったの、出すのも。あ、そうなんだ。そうそう、わざわざなんかお店持ってって記入して出してで1年以上経ってやっと帰ってくるみたいな、そんな時代だったんで、まあ、今回ね、日本支社っていうのがどんなもんなんだというところでですね、ちょっと古いカードを出していきたいと思います。でちょっとね、ここにバッと並べてあるんだけど、ほら、皆様ね、これよくご存知ウルトラプロですね。で、僕PSA あんまり出してないんで、正直詳しい方より多分知りません。なんで、まあ、もし詳しい方がいたらね、ちょっとコメントを教えてくれたりとか、なんかそんな感じで優しい目で見ていただけると嬉しいです。ただ、もちろん俺が出すということはですね、ほぼほぼ市場に流通しないカードを出してるんですよ。そこなんです、違いは。そこか。はい。それも小川さんのコレクションですから。そうよね。これ何っていうカードをですね、今回紹介したいと思います。はい。まあ、今ね、まあ、カード出すとかトップ3とかさ、今までさ、まあ、ニンニンが初めてさ、お店に並べたようなカードたちだよ。でさ、最近名刺カードって呼ばれるね、俺が昔 PSA 店でコンプリートしたやつあるんだけど、それも最近もう店頭に並んでたりとかするようになりましたと。はい。まだね、店頭に並んでないカードがあるわけですよ。まずじゃあ、ちょっとね、手元に映るんですけど、出すカードを紹介していきたいと思います。はい。激ヤバです。お願いします。見たことない人多いと思います。はい。まず、EBB のリザードンのアンリミットファースト。こちら、ちょっと出してみたいと思います。まあ、ちょっとね、どうだったっけな、若干、いや、綺麗だった気がする。これノーマルの EBB よく言ってんじゃん、俺。EBB って。それの EBB のやつですね。こちら。アンリミットファースト。これも出してみたいと思います。瓶でちょっとコレクションしてたんで。はい。あとは、まあ、これですね。最近めちゃくちゃ人気のピカチュウとか人影ですね。はい。こちらもちょっと、セットで出していきたいかな。あとはね、キューラですね、キューラ。ここが、ちょっと待ってね。はい。こちら。ストライク、カブトプス、悪いオーダイル、ソーナンス。まあ、ここら辺は、なんだろう、キューラの、まあ、なんていうのかな。まあ、傷あり、ちょっと傷あったり、賭けとかもあるかもしれないんで、一個一個ね、これも帰ってきたタイミングで見ていきたいと思いますね。まあ、でも、だいぶ比較的綺麗なのを選別してます。だいぶ綺麗なやつ。こちらもキューラですね。はい。まあ、そんな、すげえ高額なやつはないです。今回ちょっと別に、値段とかは全然気にしてないんで、珍しさで言ってます。あと、ここら辺が、レジェンドの、これも見たわ。ここら辺がレジェンドの、プロモ系ですね。プロモ系とか、プロモのそうなんです。これちょっと珍しいかな。あと、こちら、レジェンドのここら辺も、プロモ系ですね。まあちょっとコレクションしてたんですよ、これは。はい。まあ結構綺麗です、全部。で、こっからがね、真骨頂でございますよ。まず、トップ3。トップ3は、まあ多分結構日本車きついと思ってて、ただ相当綺麗なトップ3を今回選別しました。ファイヤー、ブースター、2枚、ギャラドス、シャワーズ、ミュウツー。で、センタリングも、だいぶいいものを選別してます、これは。
で、状態もですね、かなり綺麗です。トップ3で大体欠けちゃったりとか結構あるんですけど、言うて本当にちょい掛けとか、そんなレベルのものですね。表面も非常に綺麗なやつです。トップ3はセンタリングが壊滅してるから、そもそもセンタリングいいものがほぼ流通してないって感じですね。で、カードラスの、これ多分みんなめっちゃ欲しがると思うんだけど、ちょっとごめんね、俺が今回出しちゃう、自分のコレクションなんでね。はい、これじゃカードラスの3段4段。こちらもですね、めちゃくちゃセンタリングがいいリザードンですね。これも、めちゃくちゃバチバチです。はい。これをね、探すのね、もう多分今ほぼ日本に流通してないこの綺麗な。まあ。そしたらこれも出してみましょうと。裏もね、センタリング相当いいですね。なんでまあこれに関しては、まあ9以上は狙えるんじゃないのかなとかって思いつつ、まああんまり出したことないんで、もうどうなんだろう。多分取れるんじゃないかなとは思うんですけど、ただこういうさ、ほら、こう特有のね、昔特有の外したみたいなこういうね、跡がね、どうしてもあるんですよ、カードラスってここ。多分なんかこう枠組みから外したのかな。だからこれがどう評価されるか。まあ、ただ、まあ、なんか悪くはないんじゃないかな。相当状態いいと思います。はい。あとこちらも、カードラスのカメックスでございます。1段2段ですね。これも結構綺麗なやつ選別しました。だいぶ裏面も表も綺麗です。はい。こちらがミュウですね。はい。こちらがアニコレのミュウでございます。こちらもね、なかなか、剥がれるものになってまして、なんでこちらもね、結構ミュウの逆襲のミュウの備品はめちゃくちゃ珍しいです。あとこれシールダスの、リザードン。これもね、だいぶセンタリング良くて、もちろん見剥がしだし、裏面も超綺麗なやつを選別したってやつです。まあ、ここら辺は結構珍しいと思う、多分。なかなか備品が見つかるようなカードではないんで、まあちょっと選別して出してみようということで、何枚かピックアップして出したいと思います。いいです。はい。そしたらね、ちょっとこっち行く前にこっち行こうかな。こっちはちょっと高額系だね。はい。リザードンのトップ3のリザードンの、番号ありのやつですね。で、これもセンタリングがめちゃくちゃ良くて、裏面も超綺麗、緑色っすね。これワンチャン取れんじゃねっていう取れたら結構やばいやつです、これは。やばいやばい。結構値段ちょっと、ごめん、俺調べてないけど、まあ、若干センタリング悪いかな。ちょっと右に寄ってるかな。まあでも9狙いで出してみようかなと思います。まあ、それがね、ワンチャン7とかね、6とかになってる可能性もあるから、まあ帰ってきた時交互期待みたいな感じじゃない？あとこちら、はい。ミュウとバトルロードスタジアム。こちらも、まあ状態いいものってなかなか珍しいもので、こちらもね、はい、ミュウとロードスタジアムでございます。これも出してみたいと思います。で、こっからは多分あんまり世の中に知られてないような、こちらが、ポケモンカード E プラスっていう昔スライドしてゲームになんか、なんていうのなんか、実とかなんか実あるじゃん。なんちゃらの実みたいな。そういうのとかをこうなんか入れたりとか、なんかいろいろゲームと連動して遊べるっていう第3世代のやつらしくて。これが、リザードンがめちゃくちゃあるというね。はい。こちらですね。すべてリザードンです。ちなみにこれ一時期備品、素体で1万しました。はい。ほとんど日本にはもう流通しないです、これは。なんで、これ言うことにより、また流通すると思います。まあでももういいです、それはもう。確かに。はい。なんで、これは、まあリザードン。これ裏面が結構違くてですね。なんか、裏面のキャラクターによって値段が結構変わってくるような、E プラスのカードになる。で、これ未開封もあるんで、まあ画像ちょっとポンと載せておくんですけど、こんな感じで。うちで前未開封売ってたんですよ。そうで、まだね、実はね、コアな人がね、遊んでる人がいて。そう。で、一回遊んでるんで未開封欲しいですみたいなのがありましたね。はい。こんな感じでありますと。はい、これも、備品。全部、これもなかなか備品なくて、多分これ PSA この枚数出す人ってなかなかおらんと思う、多分。これ僕だから、どうだろうな。まあ、これストレージ持ってたんよ。1本分ぐらい。まだあるんだけど、まあ、とりあえず出せるのだけ選別したって感じ。あとこちらも、はい。カメックスの、こちらも、いいですね。ファイアレッドのリーフグリーンの E プラスのカードです。このイラストも近いんだよね。はい。こちらも、これもセンタリングがね、ほぼほぼ壊滅してるんですよ、実は全部。こちらも、リザードン、フーディンと、ヤラドス、ニョロボン、ウースター2枚と、これブラッキー超人気。これ超人気、マジで。これ一時期2万近くいってた、これ。やば。そう。でもさ、わかんないよね。そう、日本。売ってないからね。そうだよ。うん。
まあでも、本当に1枚2万近くいってました。備品のカードが。これも一応綺麗なやつが4枚あったんで、ピカチュウもめちゃくちゃ珍しいです。ピカチュウも出すと。あとこれね。はい。あとは、この動画の多分前かなに地引きしました。こちらの、はい、まあこれもちょっと企画でね、キングドラとか、はい。こちらナッシー、オタチ、マンキー、鉄砲。開けて速攻パック、あれ入れたじゃん、スリーブに。で、これも、もうそのまま全部出してみようかなと。ノールック。ノールック出し。ただ、まあ、一個実はね、同じパックって全部センタリング一緒なんよ、同じパックって。バラバラのものがなくて、だから1個9だったら多分全部9とかでなっちゃうかもしれないんだけど、まあちょっと交互期待ということで、まあこの辺は、コレクション用に PSA に全部出したいと思います。だからここの地引きした海からの風と、事務拡張とポケモンジャングルですね。こちらのやつをまずノールックで出すと。そして先ほど紹介したこちらのカード E プラスとトップさんとキューラ。はい。こちら、あとバトルロードスタジアムとかね。シールダスとかね。かなり多分幅広く、出せると思うんで、まあ、一応見てね、まあ結構しんどそうなのもあるんだけど、ちょっと出してみようということで、まあ結構、古い方好きにはね、たまらないような結果になるんじゃないかなと思います。さあ、日本社で壊滅するのか、はたまた、すごい点をいっぱい取れるのか。確かに。これは乞うご期待でございますよ。ご期待です。俺も楽しみだ。なんか久しぶりだもん、なんかこういうの。ね、なんか点で書いてきたらそれはそれで嬉しいけど、俺は9も8も愛したいタイプなんで。噛みました、今。なんだろう、そんなにすげえ傷あるわけじゃないから、実際。結構激甘で出しちゃってはいるんだけど、その分ちょっと何パーぐらいなのかなっていう。マジで結構適当に、あれなんで、そんな、全然取れてねえじゃんとか皆さん気にしないように。はい。楽しんで見ていただけたらと思いますんで。まあだからかなり貴重なカードが多いので。結構かかるんだ。どれぐらいなんだろうね、日本酒今。わかんないけど、速攻でこのまま入れて出してみたいと思ってるんで。だいぶ先まで飛ばしてになる可能性もある。ああ、だからさ、思ったんだけど、これ2個に分けたらいいんじゃない？それでもいいか。PSA 出してみますみたいな。とりあえずこのカードを紹介しましたで、なんか別に売るために出すわけじゃないから、なんか楽しい、普通に。なんか責任感がない、別に。なんか点取れなきゃ負けたとかないから、別に。では。続ということでございます。はい。続。こちら、結果、近々、近日、大発表でございます。楽しみにしております。楽しみです。ありがとうございました。ありがとうございました。フォローがないと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。